オーロボッツフランベチャンネル。今日の話題は、そう、バトル中絶対こいつチートじゃねえあ絶対チートだって間違いねえって感じで遭遇したラーバナとサムジョク。まあ、最近は慣れてきたんで、驚くこともなくなったがね。今更ながらではあるが、彼らのチートって思える手法を確認してみたいと思います。みんな知ってるとは思うが、もちろんそれだけの話題じゃ終わらないよ。くだらないけどさらなる展開も後半。中盤かな。ありや前半でネタバラシだろうね。では、見てきた通り、ラーバナのスピード増加ってパイロットスキルくらいなんだが、このドローンを装備することで、劇的に爆速となるんだね。テストでのレベルは全てが低いままだが、それでもかなりのもんだね。まあ、これは一応の確認ね。ではサムジョクだが、いつまでも終わらないフェーズシフト。これもみんな理解されてるだろうがね一応。まずは、アクティブモジュールにフェーズシフトを選択だね。次にパイロットスキル。これでフェーズシフトを3秒から4秒に延長させる。次にリチャージを35秒から24秒に短縮させる。これで、フェーズシフトは19秒、ずーっと継続されるってわけだがさらに、アビリティ終了直後にダメージ受けると、クローキングが発動しさらに6秒間。一度きりだがまたもやフェーズシフトとなる。そうなると、モジュール終了から4秒間リチャージされアビリティ。即座にダメージ受けて6秒間クローキング発動。でまたアビリティチャージ6秒あって発動。って間にフェーズシフトのモジュールリチャージはあと8秒となる。ここでうまく逃げ延びれば、そんな状態となっているんだね。わかりづらいだろうね。つまり、今のテストタイム結果に、クローキング発動6秒と、その間のリチャージ6秒の12秒が一度きりだが、加算される仕組みだ。そうなると、約36秒もの間ずっと、フェーズシフトでいられるってわけだね。なんだこりゃ、違う意味でぶっ壊れてんだな。それでは、ヤマンタウで、この24秒のフェーズシフトを続けた場合、どこまでたどり着けるものなのか、確認してみましょう。そうそう、今のアビリティ発動なんだがね。にもない平らな場所だと、スロースピードからの加速となるんだが、段差ある場所だとどうやら、ハイスピードで分離し、最高速には比較的早く到達するみたいだね。そうか、24秒でここまでいけるんだね。これならば、よーし、とつれるな、ということでバトルでとつってみました。それでは言い訳のスタートだが、まず今回のサムジョクのとつりについては、ドローンを使用しました。3月はドローン装備なしでどうなるのか、検証中だけどね。そして、このサムジョクでバトルは10回ほどで、いつもながらうまくコントロールできないね。とはいえ、約24秒間フェーズシフト状態でいられる。これはとつるにはかなり有効だね。使い方、間違っちゃいるけどね。2回目のアビリティ発動のタイミングで、敵の集団に突っ込めるなら、これは残された本体の攻撃でかなりダメージ稼げるのだが、そうなるとマップは、雪山やキャリーよりも、ファクトリーやデッドシティあたりがむしろいいのかもしれないな。まだまだ修行が足りないようだ。しかし、とつりの足止め作戦は、一応の成功だったと思うのだが、どうだろう。いきなりふざけた攻撃で、みんな激おこだろうね。この後の展開が厳しくなるだろうが、スタート直後で一気にビーコンを確保できれば、これはこれで戦術の一つでいいのだろう。そう思えたのだが、そうして、これまでのとつりとは違った感覚を覚えたんだね。これまでのとつりでは、どうにも10秒程度で終了だったり、クオンタム持ちの敵によって木っ端みじんに散っていく。とつるその志半ばで散っていく。そんなことも結構あったが、これだとフェーズシフトだからね。どうやったって終了するまでは手も足も出ないし。もうこれは、とつり専用サムジョクとしてもう少し、パイロットスキルを変更してみよう。もうモジュール延長とリチャージはもういいや。1回だけ発動できれば十分だろう。むしろ、いかに早くとつれるのか、そこんとこでのスピード強化や、敵に突っ込んだ時には、いかに長く嫌がらせや攻撃を継続できるのか、こんなとこがより重要となってくるだろう。さあこれで、とつる楽しみが一気に増してきたね。サムジョクの使用について、フランベは控えてきた。それはアビリティでの本体の火力がかなり高すぎると思ったんでね。これもしばらく経てばすぐに弱体化されるだろうし、いずれにせよ、生き延びて着実にダメージを稼ぐために編成に組み入れるわけでなし、あくまでも、せいぜい1分と持たないとつり専用だからね。
その上で戦術的にビーコンを優勢に確保できるためでもあるしね。これなら自主規制を解除しようと思います。それからドローンを装備から外したセットアップ、これについてもいろんな確認を終えた結果を来週あたりでご報告できると思います。なのでしばらくはとつりサムジョクで楽しんでみようと思います。時にはどこかでお会いすることもあるでしょう。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。